いろんな改革、数多くの改革を見てきた俺が、断言するんだけども、ストリートファイターシリーズで、モダンという改革は、一番うまくいったと思う。新規が増えて、かつですね、最上位プレイヤーが、っていうのは俺初めてなのよ。梅原さん、こんにちは。率直に言いますと、私はモダンが嫌いです。はい、来ました。ね。モダン嫌い来ましたよ。ですが、このような悪しき考えを持っていてはダメだと思い、格ゲーの全てである梅原さんに浄化してほしくて、メッセージを送ります。私はスト5のルークが追加されるタイミングで格ゲーを始めました。キャラは豪気を使ってました。初心者だった私は何も分からず、負けました。ショガリアサブアカ、ベガワープ、イブキ、ワイヤするキャラ。ワイヤするキャラってのはよくわかんないんだけど、まあ、あれですか。らしいですかね。にも会い、屈伸され、挑発され、悔しさで泣きながら、スト5をアンインストールしたり、コントローラーを3個破壊しました。すごい。でもなんだかんだ勝つと楽しくて、毎日コンボ、キャラ対空勝利の練習を続けて、スト6が出る前に、ウルプラに到達して私のスト5は終わりました。そうして現在スト6では剣でプレイしています。5の経験のおかげか簡単にマスターに上がれ、現時点での最高到達点は MR1900 体です。すごいよね、これ。すげえじゃん。しかしプレイする中で当然モダンと当たることがあるのです。そしてモダンの対空、振り向き昇竜や SA を見るたびに思ってしまうことがあるのです。あの頃の私の努力は何だったんだろうか。私が必死に習得した技をこの人たちはワンボタンで出してるのか。この人たちは対空昇竜や CA をコマンドだったら出せるのかななど、加えて言葉にしてはいけない感情を抱いてしまうのです。私が苦しいんだからお前も練習して苦しめとは言いたいわけではないのです。でも戦うたびに悪しき感情を抱いているのも事実なのです。こんな思いをしながらスト6をプレイするのも嫌なのです。山田さん、私を浄化してください。浄化できるかな、わからないですが、やってみましょう。スト6っていうのの前に、私がこれまでに、見てきた格闘ゲームの歴史をちょこっと話すとですね、つまりこの今言ってる話っていうのは、改革が起きたっていうことだと思うんだ。ストリートファイターシリーズに改革が起きた。モダンっていうね。新システムとは別に、新システムも改革といえば改革なんだけども、もっと根本的に、これまでの格ゲーを、練習や、確かにこの人が言うような練習やしてきた、努力や技術やっていうものを否定するような改革が行われたと。で、それに対して、もやもやしてるって話で。これまでのじゃあいろんな改革の話をすると、最初にスト2が出ました。で、スト2っていうのは、弾と地上のゲームだったんだよね。どっちかっていうと地上寄りのゲームだったらしい。結局ガイルとかが最強キャラだから、最強キャラ弾やんって話だけども、それ以外の組み合わせはね、大体地上戦が主体になってて、で、地上戦の、ストリートファイターって地上戦のゲームっていうのがあった。で、それがダッシュやターボに変わって、サガットが使えたりとかね、チュンリーに貢献がついたりとか、龍剣の、スピードアップによって龍剣の弾が強くなったりっていうのはあるけども、とはいえまだまだ地上戦が支配するゲームだった。それが、スーパーや X になって、完全に弾ゲーになったわけ。例えば龍の、ファイヤー波動っていうのは、当たるとダウンします、近距離で。とか、DJ の弾とかも、通常で相打ち取れないし、見てからガードもできません。チュンリーの飛行剣もスーパーからすげえ強化されたりとか、地上だけでは解決できない問題ってのはたくさん出てきたりして、地上戦のゲームなのになーって思ってた人なんかは、そこで、なんだよこれって思っちゃった。でも、地上戦のゲームっていうのを続けてたら、結局地味すぎてみんなやんないわけだよね。それ以外にも、例えばその、スーパーの時点で一回、人が離れたわけだよね。もう地味すぎるってことで。で、画廊伝説とかいろんなゲームにこう移ったわけだけども、スト 2X でスーパーコンボとか投げ受け身とか、いろんな要素を追加して、
まあ要するに改革を行って、で、みんな戻ってきた。でも、当時やっぱいたわけですよ。なんだよ、スパコンってこれ。なんでこんなリターンある行動に無敵までついてんだよ。しかもリスクねえしようみたいな人たちっていっぱいいたの。で、そういう人はまあ辞めたり、まあ、やめないまでもブツブツ文句言ったりっていうのがいっぱいあった。で、他にもね、ヴァンパイアシリーズで言うと、最初ヴァンパイアってすげえマニアックなゲームだったわけ。目押しコンボっていう、当時、まだ13歳ぐらいではあったけど、まあゲーム大好きな俺ですら、敬遠するような超マニアックなシステム。普通さ、今さ、通常技つなぐとさ、全部一定のタイミングでいいじゃん。ポンポンポンって出るでしょ。だけど出ないの。ポンポンポンだと繋がんないの。ポンポポンとか、ポポンポンとかなの。で、そんなのが、しかも技ごとにタイミング設定されてるようなゲームなわけよ。めんどくせえじゃん。流行んなかったわけ。結果としてヴァンパイアって。ガードキャンセルとかも難しかったし、異常に。でも、俺の知り合いのその平井君っていうヴァンパイアチャンピオンなんかは、俺はヴァンパイアシリーズではヴァンパイアが一番好きだったっていう。だからマニアからすると、まあ、すごく面白かったらしいんだよね。で、そこからハンターになって、セーバーになってって、どんどんマイルドになってって、まあ、いろんな改革が行われてったんだけども、まあ、そのたんびに文句を垂れる人間もいたし、辞めていく人間っていうのもいたわけ。で、まあ、その他にもいろんなのあったよ。まあ、いろんなゲームでいろんなことが起きた。で、けどなんでじゃあ改革って起きるかっていうと、結局ね、改革をやんないと、もともといるマニアしか残んなくなっちゃって、ゲームがその廃れて終わっちゃうんだよね。で、メーカーってのは商売だから、どっかで必ずこの改革を行わなきゃいけない。で、うまくいけば、そのゲームは続くし、失敗すれば終わりですわ。歴史から去るしかなくなるわけ、そのゲームっていうのは。そんなゲームいっぱい見てきたわけ。で、まあ、そんないろんな改革、多くの改革を見てきた俺が、断言するんだけども、ストリートファイターシリーズで、モダンという改革は、一番うまくいったと思う。少なくとも現時点では。うまくいったってのは何かっていうと、新規が増えたってことだよね。で、新規が増えて、かつですね、最上位プレイヤーが文句言ってないっていうのは俺は初めてなのよ。それまでの改革っていうのは、新規が一時的に増えることはあっても、最上位プレイヤーたちっていうのはやっぱり文句を言ってたわけ。まあ、そりゃそうだよね。簡単になりすぎてんだろうとか、いや、このシステムくだらなくねとかさ、っていうことってあったわけ。つまりそこのね、こう、なんて言うんだろうな。要するに上位陣を犠牲にして、新規を増やすっていうのが今までの改革だったんだけど、今回って上位陣から文句あんま出てないっしょ。まあ、海外とかわかんないけど、日本国内だとほとんど文句出てないじゃん。で、当然初級者、ね、のあたりも文句が出ない。で、じゃあどこで文句が出るかっていうと、あなた方ですよ、多分ね。このレベル帯、MR 帯の人たちが、そしてクラシックを使ってる人たちが腹立つんだろうね。俺らの努力返せと。まあだから珍しいケースではあるんだけども、でもまあ俺から見てね、スト5から始めたあなたには分からないかもしれないけど、俺から見て幾度となく行われてきた改革の中では、まあ一番うまくいってるわけですよ。その改革をちょっとこう一緒に喜びませんか？同じストリートファイター好きとしてね。で、そして何よりも今回の、分かんない、これから先調整やなんやで変わっちゃう可能性あるけども、現時点での話をすれば希望があるんですよ、あなたには。それは今 MR1900 だと不満あるかもしれない。でも2000、2100、2200ってなったらどうでもよくなっちゃう。モダンどうぞ使ってくださいよって話なの。だからあとちょっと頑張れば、なんかおおらかな気持ちになれるわけよ。もうすぐそこまで来てる。これでは浄化できないですか？どうですか？今までの改革と違って希望があるんですよ。最上位になっちゃえば気にならないんですよ。頑張ってほしいな。あとちょっと、あと100、多分2000までいけばね気にならないと思う。1900ぐらいがギリギリ一番気になるんじゃないかなと思うね。頑張ってください。